課題ナンバー012正しい形の取り方簡単バージョンのレッスンです。皆さん、鉛筆デッサンの時、水彩スケッチの時、大体は下書きとか線画を最初に書くと思うんですが、この段階でつまずくこと多くないでしょうか。実物に忠実に書こうとしているのに何かがおかしい。でもどこがおかしいのかわからない。違和感があるのはわかるけど、どこをどう直したらいいのかわからないとか、今回はそんな形についての困りごとを解決する正しい形の取り方の基礎編になります。まず最初に、今回は理論的なことはやりません。なるべく感覚で書けるようになるがテーマなので、デッサンの技法書とかでよく見る補助線とかパースとかのややこしい理論とかは言いません。で、今回は大きく分けて5つのポイントを説明することになります。なるべく感覚で正しい形を描けるようになろう。感覚で描くとき、一番大切なこと。正しい形を描く5つのコツ。なんかおかしいなと思った時の2つの確認方法。あとは間違いやすいポイント2つになります。なるべく感覚で正しい形を描けるようになろう。これが今回の目標なんですけど、感覚で描いてぴったり合うのが一番早いし楽しいんですよね。最初からその技法書とかに載ってる補助線とかパースとか理論でガチガチになりすぎるとあんまり良くないんですよね。そもそもそんなに楽しくないと思います。だから目標は感覚で書いてぴったり合うっていうのを目標にしたいと思います。で、もちろんその理論的な補助線、パース、理論も知っていた方がいいんですけれども、それは応用編として、最初は自分の感覚を信じてひたすらよく観察して書いてみましょう。感覚で書くとき一番大切なこと、大きいところから細かいところへ。これどういうことかと言いますと、こちら、これは白い箱と偽物リンゴの写真なんですけれども、例えばこれモチーフとして置いてあって、この絵を描こう、まずは下書きしようと思ったとき、皆さんだったらまず真っ白な紙にどこから描き始めましょうか。リンゴから描く人もいるだろうし、箱の下のところから線を描いていこうかなと思う人もいるかもしれません。でも実は正解はこちらです。これは何の形だと思うかもしれませんが、モチーフを2つまとめてみた時の形でした。こんな風にモチーフが複数ある時も、まずはまとめて1つのものとして見るのが大事です。これがどれぐらい大事かと言いますと、まとめて1つで見る作戦をやらずに、例えば箱から描いたとします。で、すごい箱がうまく描けた。よし、次はリンゴだと思っても、リンゴが入らない。描き直さなきゃってなったりすることありませんか？他にも、すごいどっちもうまく描けたのに、紙に対して小さすぎたってことないでしょうか？はじめにこう描いてると、紙からはみ出したりとか、大きさを間違えたりっていうことが起きにくいです。2つまとめた形を最初に描いて、よし、紙の中にこう収めようと決めてから箱とかリンゴを描いていくといいですね。ということで、最初に言った大きいところから細かいところへっていうのは、まず紙の中にどう収めるか、モチーフの位置と大きさを合わせてから個々の箱、リンゴを描きましょうということでした。細かいところは後からでも修正可能なんですけど、モチーフの位置と大きさを間違えてしまったら、もう最初から描き直すしかなくなってしまうので、何気ないことなんですけど、とても大事です。忘れがちな人はぜひ意識してやってみてください。はい。正しい形を描く4つのコツ。見えている線と平行線を引く気持ちで描く。これは動画で説明があります。今箱を描いてるんですけど、見えている線と今から引く線を平行線にする気持ちで描く。ここの線と今から描く線を平行線を引くつもりで描く。わかりますでしょうか？縦の線はこの上にモチーフがあって、
下に紙があるので、ちょっと平行とはいかないかもしれませんけど、この斜めのね、横方向の線はすごくやりやすいです、この方向。向こうに見えている線と、今から引く線を平行線にする気持ちで書く。これ特に箱の時やりやすいのでやってみてください。はい、次のポイント。常に他の部分と見比べながら書く。これはどういうことかと言いますと、例えばさっきのこの絵でしたら、リンゴを描くとき、リンゴの形だけを見るんじゃなくって、箱との関係を意識しながら描く。例えば、箱の一番下のこの線をまっすぐこう右に伸ばしてきたら、リンゴのどの辺に来るのかなとか、箱のこの右上の頂点、こう伸ばしてきたとき、リンゴどの辺にあるのかなとかを見ながら描くという感じです。ついついリンゴ描いてるときはリンゴの形だけを見がちだけれども、常に他のモチーフだったりとか、紙の中での収め方を意識しながら見るとバランスが崩れにくいです。はい。3つ目。物の形だけでなく、周りの空間の形も見る。これはね、さっきの応用編っていう感じ。他の部分と見比べながら書くの応用みたいな感じなんですけれども、例えばこのマグカップの取っ手書こうとした時に、取っ手の曲線だけを見るんじゃなくって、この黄色いところみたいに空間の形、どんな丸さしてるかなっていう空間の形を見たりとか、あとですね、これは自分で考えるんですけれども、ここ繋いだとしてどんな三角形の空間かなとか、ここ繋いだとしてどんな三角形の空間空いてるかなで見比べながら書くと書きやすいです。特にですね、曲線ってすごい合わせるの難しいんですよね。ちょっと間違えるだけでバタフライエフェクト的に違うところにこう入れてしまうんで、曲線なんでね。なのでそのものの形だけじゃなくって、周りの空間がどんな形してるかなって見てあげてください。はい、4つ目。姿勢、視点を変えないようにする。これね、すごい大事なんですよ。4つ目にして一番大事かもしれない。これも動画で説明があります。ちょっと視点でそのカメラが動くので、寄ったらすいません。はい。こんな感じで視点を動かしながら描くとすごい大変。今ね、モチーフがあって、紙を机の上に置いてる状態だったんですね。そうすると、モチーフ見て、絵を描いて、モチーフ見て、絵を描いての繰り返しをするときに、頭をすごい動かさないといけないんですよね。もう一回ちょっと画面動きますけど見てください。モチーフ見て、絵を描いて、モチーフ見て、絵を描いてって、すごい頭を動かさなきゃ描けないんですよ。でもこうやって、これは卓上イーゼル的なのを使ってるんですけど、こういう小さいイーゼル使ったりとか、あとさっきのこれの動画の時みたいに普通にカルトン、画板を使ったりすると視点が定まっていい感じになります。ちっちゃい絵だったらこういう卓上イーゼル的な台があるとすごく便利ですね。でなるべく頭を動かさないように描けるモチーフと紙との位置関係が大事です。何かおかしいなと思った時の2つの確認方法。1つ目、鉛筆で測ろう。これも動画で説明があります。まず鉛筆の持ち方、中指だけ手前に出すバージョン。これね、中指だけ手前に出して、あと後ろでこう鉛筆を持つバージョンと、小指だけ手前に出すバージョン。ここだけね、小指だけ手前に出して鉛筆を持つバージョン。どっちでも大丈夫です。私中指派だったんですけど、調べてみたら小指派の方がすごく多かったです。持ちやすい方で大丈夫です。で、鉛筆を持ちまして、例えばこの箱書いてる時だったら、右の面と左の面の広さの比率を比べます。で、自分の絵でどうなってるかな。右を1とした時、左の面に持っていったら、何分目くらいかな。いいね。測った時何分目くらいだったかな。右の面を1とした時
左に持ってきたら、はい、半分ぐらいですかね。じゃあ自分の絵でどうなってるか。はい、右の面基準で1としたとき、それをそのまま左に持ってきたら、なんか大きそうだな。これだと半分より出ちゃってる。ということは左の面をちょっと減らそうかなとかなりますね。で、2つ目。ボトルを描いたとき、ボトルの横幅と高さを比べてみます。ボトルの横幅に鉛筆の先端から人差し指までを合わせて、それを縦にしたときに何個分入るかな。3つとちょっと入りそうだなと思って、じゃあ自分の絵ではどうなってるかな。もうちょっと長い方がいいのかな。じゃあ修正したいけど、とりあえずボトルの肩から上と肩から下を見比べてみよう。ちょうど2個分ぐらいかなと思いました。じゃあ自分の絵ではどうなってるでしょうか。この一番くびれてるところ測って、それを下にそのまま持ってきたとき、なんかこっちはちょうどいい感じかなと思ったので、じゃあこれ合わせるときに、さっきは横幅対高さやったときにもうちょっと伸ばそうかなと思ったんだけど、ただ下を伸ばしただけだったら、この肩から上と肩から下の比率間違っちゃうから、じゃあちょっとだけボトルを細くしてあげたらいいのかなとかなりますね。これで修正方法の基準を作る感じです。鉛筆で測るときにですね、一つだけ気をつけてほしいことがあるんです。鉛筆持って腕をまっすぐ伸ばすこと、これめちゃくちゃ大事。モチーフの測るときですね、腕をまっすぐ伸ばしてください。これ腕曲げちゃうと大きさがね、変わっちゃうので、見てる大きさが変わっちゃうので、常にまっすぐ伸ばして、大きさを一定にする。これめちゃくちゃ大事です。腕をまっすぐ伸ばした状態でこう見比べて、で自分の絵ではどうだったかなで測り直す。この時はもちろん腕普通でいいですよ。モチーフを見る、モチーフで測る時だけ腕をまっすぐ伸ばしてあげてください。確認方法2つ目、遠くから見る、逆さまに見る、裏から透かせてみる。まず遠くから眺める。どうしてもこう描いてる時は絵に近い状態なのであんまり客観的に見れないんですよね。だからたまにこうめちゃくちゃ離れてみて、遠くから見てみた時に初めて冷静になって、あれなんか歪んでるとかなります。で、逆さまにしてみる。逆さまにしてちゃんとこの瓶左右対称になってるのかなって見たりとか、光に透かせて裏から見る。裏から見たら左右反転するので自分の癖が見えますね。どうしても字の癖みたいな感じで自分の目の癖とか手の癖があるんですよね。なのでそれを左右反転させて自分の癖を自覚してで直していこうっていう感じです。瓶のその肩のところとか特に左右対称に描くのすごい難しいので、ちゃんと曲線が左右対称になってるかなって確認するときに裏から透かせてみたり、逆さまに見たり、遠くから見たりして、なるべく冷静に客観的になりましょうという感じです。はい。違いやすい2つのポイント。初心者、初級者の方が特に教えやすいポイント2つ挙げました。1つ目が上から覗き込んでるみたいになる。これは最初にデッサンやり始めた人は絶対なっちゃうやつ。箱の上の面が広くなってしまう。どこがおかしいかと言いますと、わかりますか？この上のここですね。ここの角度。箱はすごい基礎なんですけど、難しいんですよね。パースとかの知識もあった方がもちろんいいんですけれども、ひとまずは最初に言った見てるものと平行線を引く気持ちでのやり方で対応可能です。ただ、この上の2辺ってすごく惑わされやすいんですね。難しいんですね。なので、ちょっと面白い書き方を聞きました。
知り合いなんですけれども、この上の2辺すごい間違えやすいよねって話した時に、こう見たらやりやすかったよっていうのを聞いたんですけど、この2辺をひらがなのへとしてみるって言ってたんですよ。どういうことかと言いますと、この赤いね、この部分をひらがなのへとしてみて、書くときにどんなへの形だったっけって思いながら書くらしいです。その箱の角度によってこんなへだったりこんなへだったりね、あるんですけど、どんなへだったかなって思いながら意識しながら書くと書きやすいよ。そんな感じでなんか自分なりに分かりやすい方法でいいと思うんですけど、この箱の上の2辺特に間違えやすいので意識してやってみてください。で、上から覗き込んでるみたいになる。で、これもよく見る間違いなんですけど、リンゴの軸が下の方に来てしまう。写真と今比べてるからすごい分かりやすいんですけど、本来だったらもうちょっと上の方にある軸が、なぜか下の方に書いてるから、上から覗き込んでるみたいな感じになっちゃう。で、これの対処法は、上からの距離だけでなく、下からの距離も見て、位置を決めることです。絵の中では、実物よりちっちゃめに描いたり、大きめに描いたり、常に実物大に描いてるわけじゃないんで、位置とか結構間違えやすいですよね。なんで、軸描くときに、上からの距離だけを見て描きがちだけど、それだとさっきみたいな間違い起こりやすいので、下からの距離もどれぐらいかなって見て決めてあげてください。ちょっと難しいかもしれないんですけど、そういう意識がね、大事ということで。はい、間違いやすいポイント2つ目。正面から見ているみたいになる。これちょっと難しいんですけど、例えば、顔描いてて、もうちょっと右向きにしたいはずなのに、なんか正面に見えるな。ちゃんと見て描いたつもりなんだけどな。こっち側は、パーツが真ん中に寄りすぎてる。右向かせたいんだったらもっと右にね、全体を寄せなきゃいけないんですけど、なんでこれ間違えるかっていうと、どうしても自分の人間の目っていうのは、正面から見た時の形で描きたいそうです。箱の時も、真上から見たらこれって真四角ですよね。でも斜めから見てるからこんなひし形みたいな形になってるんですけど、どうしてもこの人間の目は、このひし形みたいに見えてても、四角に近く描きたがるらしくって、それで難しいらしいんですよ。だからこの顔描く時もどうしても正面にね、なりがちなので、ポイントとしては、目からこの左右の距離、目から輪郭へ、目尻から輪郭への距離をしっかり見ることですね。例えば写真から描いてたりとか、実物の人を見て描いてたりする時も、この目から外側の距離をしっかり見て描いてあげるとやりやすいです。で、他にも正面から見ているみたいになる例なんですけど、頭も足元も真横から見ているように描いてしまう。この絵何がおかしいのかわかりますか？一見なんかうまく描けてそうな気もするんですけど、全部のパーツを真横から見ているように描いちゃってるんですね。この頭も横から見てますし、この腕も真横から、この足元も真横から見てるんだけど、でも実際は、視点が肩ら辺にね、あって、肩から上は見上げてる、ちょっと。肩から下は見下ろしてるんですね。それなのに、さっきみたいに、全部、この、真正面で見てるような感じになってしまうと、立体感がちょっと出ない。自分がどの高さから見てるのか。この写真でいうと、この肩ら辺がね、視点でした。なので、ここから下は、だんだんこの上の面がね、見えてくるんですね。足も真横からじゃなくて、ちょっと足の甲が見える感じになっていく。で、逆にこの頭の方は、頭の下、顎の下の面がちょっと見える。ちょっとだけ見上げてるんで。これすごく忘れがちだと思います。これ、あんまりうまくできなくても、本当に意識するだけで変わってくると思います。
最後のまとめ。ここまで今日説明した内容が分かっていれば、間違いやすいポイントだったりとか、自分の癖ですね。瓶の時みたいに、ちゃんと左右対称にできてるかなと思っても、自分の目の癖とか手の癖があるので、それを把握することができます。なので、最初に言ったなるべく感覚で書くっていうのの精度も高くなっていきます。で、今日紹介したのは全てのモチーフに共通する基本編なので、他にもモチーフごとに、箱だったりとか瓶だったりとか知識とかなんかパースとかそういうのも一応気をつけたいポイントなどはあるので、それらはまた別の機会にやっていけたらと思っています。でも今回の基本編を意識していくだけでもかなり違うので、今までやったことなかったなって人はぜひこれから意識してみてください。